最強無敵の復讐者ちゃんよ。レベル1異物なし縛り、次は救いの機種。早速行きましょう。味方は追跡者さんと復讐者さん。村あり、当たり。東スタートならまずは大破壊し漁りましょう。早めに右入力しておけばこの通り。ドロップポイントのすぐ近くに着地できるわ。初手で出て5万円なり。行動を経て村で第一次買い物。だけど残念ながら狙われにくくなるは売ってないみたい。残念。1日目夜。味方に攻撃命中時 FP 回復も秘滅されて悪くない武器欄。顧問だけど HP 最大時カットアップもあるよ。夜ボスはデーモンズ。1日目としては最強クラスだけど。特に問題なく傷つい倒し完了。1日目がまだ楽なのが助かるところ、これに限っては震度5の方が難しいかもね。北東フィールドボスローシシを倒したら狙われきた。まず1人分確保。第2次買い物タイムを楽しんでー。すぐ横は鈴田曲がり。FP が足りないけど成功派実質無限。後でいくらでも買い足せるからここは存分に鈴鳴らしましょう。FP 無限っていい？やっぱレベル1ならいいんじゃでしょ。2日目夜。ボスは当然デーモンの王子。ただし当然今更こいつに苦戦することはない。全員無瀕死で討伐完了。あなたの全盛期は1日目夜で終わってるのよ。で3日目。結局狙われは私一人のみ。どういう戦法がいいのかまだ考え中。どれぐらい火力出るか実際に見てからかな。さあ行きましょう。まず前座は FP 温存で鍵詰めでやりましょうか。と思ったけど先に FP 使ってからにしましょう。攻撃命中時 FP 回復があるからね。近接するにしても FP 減らしておく方がお得だわ。最初に使い切った FP も終了時には7割まで回復。攻撃命中時 FP 回復やっぱ便利。さて本番。おっといきなり2人が分かれたわね。さすがしっかりセオリーを理解してる。狙われ1人持ちなら2グループに分かれるのが基本。ナイスパリー。自由に動ける私はとりあえず追跡者さんの方で火力支援しましょう。ただしパリー成功時でも削り切るのは無理か。よし、とりあえず1体目は処理できた。ただ今のは相当理想的なパターン。火力的に私に影移るかどうかギリギリだから安定はしないでしょうね。パリーもマルチだと簡単ではないから100発100中とはいかない。これだと削り切るのは無理ね。FP 回復も頻繁に挟まないといけないから攻撃に隙間もできるし。あ、これはどうなるかな。私に来た、ならまだよし。もう一人の味方の方に行っちゃって集中攻撃されるのが最悪だからって言っちゃったー。なんとか言ってくれ。あ。メインウェポンが鈴だからとっさに攻撃当ててタゲ取るのが難しいのよね。危ない危ない。救助後はアクティブ数が不安定になるからしばらく様子見。私狙いのやつがおとなしくなったらもう一人の救助向かいましょう。救いの機種で殴り救助の時どうするのが最善か未だにわからないのよね。とりあえず人数変化時のアクティブ不安定状態は時間経過で落ち着くからできる限りハルモニアと距離取るのがいい。ってことぐらいかな。あと死の騎士検証での危険から狙われやすいセバスチャンを出せばおそらくアクティブが減る。かもしれない。あ、最悪のタイミングでセバス引っ込めちゃった。追跡者さん辛いけど言ってね。多分アクティブみたいで落ち着いたっぽいから攻撃開始。今度は復讐者さんとチームを組みましょう。なんか横やりが来たけど私にタゲが来る様子はない。とりあえずあの一体倒して動き止めるわ。よしオッケー。結構攻撃当ててるからこっちに兵と来てもおかしくないはずだけど今のところその気配ないわね。味方が避けながらもしっかり攻撃当ててくれてるからかな。そしてここで形態変化。いける。この調子ならいけるわ。こいつらは HP で行動パターン一切変化しないからね。20% 削れたということは 100% も削れるということ。合体形態は誰も被弾せずクリア。さすがといったところかな。さあ2回目の本番。再び追跡者さんとの2人プレイ。さすがに追跡者さんの方が火力出るからね。こっちの方が処理しやすいはず。復讐者さんには言うしかない。耐えてください。と。よし、今のは理想的。これを続けるだけでいける。
追跡者さんと分断されてしまった。あいつが邪魔すぎる。瀕死も出ちゃったか。ここは耐えね。瀕死出てもアクティブさえ落ち着いたら状況は変わらないはず。追跡者さんが耐えてくれてるうちに救助行きましょう。すいません、ちょっと間失礼します。別に悪いことしないのでちょっとだけ通らせてもらいます。再びセバスチャンで救助。この後こいつを戻すべきなのかそのままタンクさせるべきなのかがわからない。あ、追跡者さんの方行っちゃった。今のは握手だったか？いやでもセバスタンクさせても結局セバス死ぬ時には同じことになるわよね。かといって私が救助すると私が複数体に集中攻撃される。された経験がある。狙われ-12持ってた時でも。多分アーツ救助ならヘイト稼がないから良さげなんだけど、1ゲージ1人に切るのはさすがにもったいないし。誰か正解を教えてくれ。落ち着いたから再び攻撃開始。あ、これは来たわね。おっとでもその前に削り切れた。やっぱ呪霊鈴は強いわ。ギリギリ戦えるだけの火力がある。あ。さてこっちに向かってくるか。いやあいつは殴れてないから行くのはもう一人の方だったわね。これはまずい。でも復讐者さんがどうやら切り抜けてくれたみたい。それか距離遠かったから届く前に落ち着いたか？分断戦闘時はできる限り距離を取る。これも大事よね。うわあいつ邪魔すぎ。仕方ない。ここはアーツで救助するか。今までの経験からこれなら変な挙動にはならないはず。あれ？追跡者さんに攻撃が来ない？なんでだ？私みたいに存在しないみたいになってる？あ、ようやく動き出したわ。やっぱアーツ救助は一切ヘイト稼がないみたいだから有用ね。しっかり鈴を鳴らせればタゲが来ても攻撃が届く前に処理できる。やはり鈴は強い。また鈴でタゲ取ったけど今度は処理しきれず。あ、やばい。狙われ持ってるとほんと一瞬でタゲ移っちゃうわね。今回はすぐ落ち着いたからセーフ。と思ったらアウトだった。一旦落ち着くまで逃げます。幸い次の合体は HP50%。少し削るだけで移行してくれるはず。近接鈴鳴らしに不安ありすぎて仮爪で殴ってみたけどあまりにも使えなすぎるダメージ。鈴鳴らしたいけど近距離戦闘で鳴らすの慣れてないのよ。しかしなんとかすぐ合体まで到達。これで救助できる。一旦1ゲージの味方だけ救助。1人だと怖いからね。3ゲージの方は分裂移行時に。と思ってたら味方がアーツで救助してくれたわ。あ、でもこれは。死ぬわね多分。スタミナも少ないし。なんとか分裂前に救助したいけど。全力ダッシュ。ただしレベル1なのですぐ息切れ。ナイスアーツ。分裂前に救助できたならアクティブ不安定化は起こらないかも。また安定化できたから同じように鈴鳴らしましょう。SP 回復のせいで仕留めきれなかった。怖いけど密着鈴鳴らし。あと一発。よし。これを続ければいける。しっかり削る前にタゲが向いちゃう。すぐに倒せないと逆にタゲ変更で戦闘を混乱させるだけになりかねないのよね。こんな風に、ごめん復讐者さん。あれはどうやっても無理だわ。また一人になってしまった。しかもさっきと違って合体もまだまだ遠い。なんとか頑張るしかないわね。嘘今の食らう？今回避ボタン押したってなんで回避が出なかったということは回避が押せてなかったということ。くそー。分裂状態の攻撃は完全に対応できてると思ってたのに。ごめんみんな。でもこれはいけるわね。体力半分まで削れるなら敵の行動がずっと変わらない以上最後までもいける。ただ問題は狙われに関してね。呪霊鈴でうまいこと削りきれるならいいんだけど、削りきれないとさっきみたいにタゲ変更からの集中攻撃を起こしかねない。いっそのこと狙われなしか？いやでもフリーであれほど攻撃し放題なのは火力的にめちゃくちゃ大きいし。あれなかったら戦闘時間倍増じゃ済まないよね多分。どうしたものか。とりあえず2戦目行くわ。第
大空洞。そっかハルモニアはこれがあったわね。大空洞だと樹齢鈴が入手できない。これは大問題よ。行動行った後はお買い物。とりあえず撃ってた鍵爪をメインウェポンにしましょうか。せめてクロスボウは出てほしいけど。収縮前にこいつ撃ったいだけでも。あら、どうやら3人とも鍵爪。考えることは皆同じね。出血さえ効くなら鍵爪3人娘も悪くないかも。1日目夜ボスは再びデーモンズ。たださっきと違って鈴もクロスボウもないから長くなりそう。9分に及ぶ長い戦いは128倍速で。出血あってもきついものはきつい。大決勝の破壊にも手間取って地下砦突入時にはもう第2収縮スタート間近。ここで復讐者ちゃん明暗を思いつく。南大教会の地下、あそこでぶちコピーしましょ。顧問だけど狙われ一つ出てるのよね。というわけでやってきたわ。石門の頃実はここのボスと戦うのは本当に初めて。強さどれくらいかも知らないけど、いけるよね。とりあえず本編通りならイオリはバックスタハメできるはず。出血も通る。これならゴリ押しでいけそう。ワープもバックスタで阻止。R1 連打してただけなんだけど、本編より致命の判定が緩いおかげでなんとかなったわ。しかもアンコモンの狙われ出た。これをコピーしましょう。とりあえず狙われは2人分確保。ただし狙われあっても火力ないとあんまり意味ないのよね。せめてクロスボウが欲しい。さて2日目夜だけど、装備はなかなかに悲惨。鍵爪で戦うしかないのか。デーモンの王子は問題ないはず。だけどやっぱり10分弱の長い戦い。ちょくちょく瀕死も出つつなんとかクリア。これもし3日目勝てるとしても一体どれぐらいの時間かかる？考えたくない。3日目。全員しっかりレアの鍵爪を装備。出血の力でとりあえず最初だけでも分裂体を即殺できたりしない？無理なら早々に狙われは捨てて各自1対1した方がいいか。さあ行きましょう。前座はいつも通り早送りで。なんだけどこいつら削り切るだけで10分かかりました。過去最速の256倍速でお届けしたわ。ここからちょっと遅延行為。瀕死ゲージを減らすために最後の1体を倒さずひたすらうろうろします。そして8分ぐらい経ってようやく撃破。さすがに瀕死ゲージも全員位置に戻ったでしょう。卑怯とは言うまいな。別に誰も指示してないのに味方全員意思を共有できてるのが素晴らしいわ。さあ本番。3人力を合わせれば1体を削りきれるか？その鳥は神。ラリー成功したのに削りきれず。これは無理です。早速2体目が起動しちゃってるわね。ちょっとうろうろ思案した末に結局狙われを放棄。せっかく大教会地下初めて行ったのに完全に無駄になっちゃったわ。おのおの鍵爪で削り切るしかない。ちょっと近接は不安だけど。いやでも今まであれほど戦ってきたのだから私ならいけるはず。いやこれスタミナが少なくて距離を取れない。中距離はこのノーモーションに連付きがあるから一番危険なのに。3回殴って250。いや火力より距離取って仕切り直せない方がきつい。スタミナがないとこんなに立ち回り窮屈になるのね。一体倒すだけでもかなりの時間。さっきの出撃、呪霊鈴がいかに恵まれていたかがよくわかったわ。ようやく一体。これいつかミスって死ぬかも。いやそんなことはない。私ならこの絶望的状況からでも勝ってみせる。普通に負けました。やっぱり呪霊鈴は必要。あれがないと私の武器ではまともに削れない。そういう意味では大空洞は大外れね。切り替えて次行きましょう。お、火口が発生。重装でも拾えたらレジェンド強化できて美味しいんだけど。味方は追跡者と復讐者。1日目夜目前だけどなんと祈祷ため強化が3つに祈祷強化1つ、さらに信徒のセーフまで。これで何かしら使える祈祷拾えれば火口でレジェンド強化もできて無双できちゃうかも。1日目夜ボスは受験士&真珠戦士。一応呪霊鈴も拾えてるからひとまずこれで。ロックオンさえすればどこからでも攻撃できるから暗くても受験士はやりやすい。やっぱり鈴は強いわ。2日目は完全単独行動でとにかく顧問全員探し。重装とは言わないから何か攻撃できるもの、試し用できるものであれば何でもいい。全然出ないけど焦る必要はないわ。まだここがある、このボロボヤがね。
全部アンコモンなんじゃーい。祈祷強化はいいけど、肝心の攻撃祈祷がないと何も意味ないんですけど。結局加工で味方に合流。諦めきれず痛いアサリも頑張ってるけど全員は出ず。あとはこの日の戦車周りぐらいか。でもコモンはあんまり出るイメージないわね。結局溶岩土竜も倒せず地上に帰還。残ったのは大量の祈祷強化という名の参拝武器のみ。あ、しかも西の聖杯、火口入る時に回収し忘れてるし。味方は東のアジン女王を倒してくれたけど今から向かっても仕方ないし私はこっちのアジン女王を倒しましょ。一人でも遠くから鈴鳴らせば余裕です。まあ滝東強化、パッシブまで。いやミカキ様。雨来てるけど FP 回復だけはしたい。いやむしろデスルーラでいいか。それなら聖杯も消費しないし、最善策ね。で祝福はお前か。いやデスルーラするなら祝福触らなくてよかった。あれこれはちょっと待って。まずいもう収縮が終わる。これじゃデスルーラじゃなくて全滅になる。私だけでも生きないと。アーツ使ってから霊脈ジャンプ。やっぱり、二人とも間に合わなかったわね。デスルーラ選んでたわ終わってたわ多分。HP と聖杯をかなり消費しちゃうけど仕方ない。あだだだだ。アップな。アーツ切れるのが1秒早ければ死んでたわ。これで聖杯0本。てか今回祈祷強化積むために初期聖院の回復まで捨ててるのよね。もう回復できないんですけど。これで血の君主。きつすぎる。ロマンを、夢を追い求めた結果がこれ？一応クロスボウと呪霊鈴はそれでもキープしておいたから安全第一でなんとか頑張るしかないわね。うわびっくりした私狙いじゃない。いや私狙い。急にタゲ変えるのやめろ。というわけでボスは血の君主。すでにかなり不安です。でもクロスボウは相性悪くない。血の君主は属性耐性が高いから呪霊鈴に負けないダメージ出るわ。とりあえずここまでは OK。問題はここから。地面の血縁すらそうそう踏むことは許されない。てか上血飲んだのに結構 HP 減るんだけど。半分あったのに4分の1になってるじゃない。天命の槍が硬い。これ破壊できるの1本までね。なんとかこの狭いアンチで切り抜けるほかない？レベル1だと塩害避難も厳しいのが厄介ね。まずいまずい。動ける場所が狭すぎ。耐えた。いやまだか。待って無理だって。よしこか向いてくれた。でもはよ血縁消えろ。よし。一発踏んじゃった。奇跡的に耐えたけど次は絶対耐えない。レベル不足武器で90。なんかさっきから幻影の槍が1本残存してるけど、気にしたら負けね。たまにある。また幻影槍の時間。攻撃時にロックオンしなきゃいけないのもストレス。試しにと思って呪霊鈴鳴らしてみたらかなりダメージ出る。幻影槍は血の君主と耐性共通ではないのね。これなら次からは2本壊しできそう。クロスボウが相性いいとか言ったけどやっぱり鈴の方がいいわ。ダメージはそう変わらなくても射程が違いすぎる。クロスボウでダメージ出せる距離は血の君主と戦うには近すぎるのよね。やべ焦って2個砕いちゃった。おひ。そんなとこから届く？こいつの攻撃範囲異次元すぎるでしょ。未だに血縁の飛び方を把握しきれてない。追跡者さん頑張れ。今回は完全に私の立ち回りのせいね。さっさとロマンを諦めて祈祷強化捨てて味方と共に加工攻略してればクロスボウもレジェンドに強化できてたし他の防御系2体も取れた。回復も捨ててなかったから血縁踏むにも余裕があったのに。ごめんなさい。次はちゃんとやります。さあ今度こそ。惨霊が発生してるわね。でも加工と比べるとそんなに旨味はないか。ただ村があるから当たりなのは間違いない。1日目夜でーす。クロスボウ強化済みで呪霊鈴もあります。ボスは再び受験士&真珠戦士。さすがにみんな上手いから問題ないです。勝利確信して鬼人どもいたぶって遊んでたら瀕死者が。さすがに舐めすぎは良くない。はいオッケー。2日目はショッピングからね。
村に向かおうとしたんだけど祝福が出ない。ストップ、これは来る。ちゃんと気づけて偉い。まあもうレベル1縛りも10回以上やってるしね。なんだ次の君か。64倍速でオケね。なんで唐突に戻す必要フォアヒ。嵐弾どこに攻撃判定があるのか分かりづらいのよね。先端だから見た目よりも早めロリだったか。まあでも終わりです。商品棚見てたらいいものを発見。攻撃命中時 FP 回復プラス3はでかい。呪霊は1回消費6だからこれで実質消費3ね。あれ味方が攻撃命中時 FP 回復捨ててる。プラス3の方買って入れ替えたのかな。いや待てよ。これってもしかして両手に持ってたら効果重複したりしない？ないことはないわね。ちょっと今回で検証してみる。横の梶村で高所から死の騎士いじめ。これは、ゲージ見る限り消費 FP に近いぐらい回復している。間違いない。両手に持てばその分回復も加算されるのね。これは革命よ。その後は僕普通の3例攻略を終えて2日目夜。相手が血の君主でも問題ない。私の無限呪霊が火を吹くわ。これだけ鳴らしてもまだ FP に余裕あり。なんたって実質消費 FP1 だからね。まああとは一応クロスボウでちょっとだけ節約しましょうか。第2段階だけどほらもうこの通り、FP はほぼ満タンよ。今回の装備、隙がないわね。さてここからが本番、さっき以上に鳴らしまくるわ。幻影槍も遠慮せず鈴で壊しましょう。でも火力あんまりね、さっきは200ぐらい出てたのに。タイとパッシブがいまいちだったかな。どんな距離でも攻撃タイミングに変えられるのが鈴の強さ。あと攻撃入るまでにラグがあるのが逆にいいこともある。今みたいにタゲ向いてない時に攻撃しきっちゃってタゲった後は回避に専念してしまえばいいからね。戦闘が明確なターン制になるから味方さえ健在ならかなり初心者向きでもある戦法ね。血縁まともに浴びちゃった。よく死ななかったわ。見た目に非指定力が高すぎる攻撃の一つ、投げる血縁。派手る霊園と漱石ね。あれ？今度は200出てる。さっきは HP 満タンじゃなかったのかな。村で高等剣とか買ってたし確か。これなら2本破壊もいけるわ。でまたすぐに幻影ありの時間。あやば。今のは完全にやらかし。鈴はつい連打してしまいがちだわ。かつ、瀕死になると攻撃チャンスを大きくそがれるからできる限り避けないと。おお、体勢崩しまで。これだけ絶え間なく浴びて続けてるとね。また幻影ありだけどこれはもう倒しきれるでしょう。ナイスー。3日目。狙われにくくなるはやはり私一人だけ。今回は秘滅してもらったんじゃないんだからね。呪霊鈴も2人体制だしいけないことはないか？さあまず前座。惜しみなく鈴使えるから圧倒的に楽ね。はい終わり。さて本番。今回も味方はしっかり離散。とりあえず、復讐者さんの支援に回りましょうか。ちょっとダッシュ付きしつこすぎない？やべまたいつものが。てか瀕死ゲージ戻すのは忘れてたわ。3ゲージならアーツでいいか。まあ毎回前座で何分も待機するのもあれだしね。あれ私に似たいくてない？おい急に落ち着くな。とりあえず集中攻撃は逃れたけどまたこれ。それは不可避。もしかしてだけどこれ狙われ持たない方がいいまであるか？また向こう行っちゃったし。てかさっきはアーツで救助したのに集中来たわね。アーツだと大丈夫説は破綻。アーツ救助でも普通に兵と稼ぐってこと？それも一切攻撃してないのに狙われ打ち消して集中攻撃来るぐらい。有識者、それ有識者。狙われは置いておくとしても救助の際でもできるのはせいぜい味方と距離取ることぐらいなのかな。とりあえずもうこれ捨てるか。逆に捨てなくてよくなっちゃったけど。なんとか一体目は撃破。消費 FP1 で200ダメ出るのは偉すぎる。でも戦いづらくってしょうがない。アイテムボタンを押す際にどうしても他の操作がおろそかになるのよね。遠距離で鳴らすときは割と猶予あるからそこまで問題ではなかったんだけど。近接戦闘には向いてない。いやというより慣れてないだけか。
救いの機種に素手で立ち向かったことなんて当然ないし。これ絶対いつか事故る。HP 最大時カットアップもないし。しかも一番疾走のスタミナが必要な土子大会。やべ鳴らしすぎた一応。また負けた。条件は悪くなかったのに。これで4連敗。ちょっと色々対策を考える必要がありそうね。まずは狙われにくくなるについて。今のでようやく理解できたけど、パーティーに一つだけしかないなら捨てた方が良さそうね。とりあえず2対1は作れるし、うまいことやれば1戦目みたいに呪霊鈴で削り切れもするけど、削り切れずにタゲ取っちゃった後が悲惨。狙われのせいですぐにタゲがまた戻って持っていない味方が集中攻撃されちゃうようね。これのせいで何回味方を死に追いやった？本当にごめんね。もしやるとすればタゲ移っちゃったらすぐ狙われを落とすことでこれを起きないようにできるかも。ただタゲが来た一番危ないタイミングでミスなくそれを行えるのか？私には自信ないわね。それなら最初から狙われなしで行く方が心臓にいいわ。ただし狙われが2つ確保できた場合、そしてかつ2人が呪霊鈴やクロスボウなどの遠距離攻撃を拾えてる場合、これなら普通のマルチみたく3対1やっちゃってもいいかも。1戦目での削り見る限り十分火力足りそうだし。まあ試してみないと実際にどうなるかはわからないけど。とりあえず狙われに関してはそんな感じでいくわ。あとは、単純に連動の問題ね。スタミナが少ないとここまで立ち回りが窮屈になるとは思わなかったわ。普段は分裂個体と1対1の際には攻撃の度に疾走で大きく距離を空けることで攻撃の種類を限定して安定した戦闘ができていた。それに復讐者はほぼ重装でやるからわざわざ近づく必要もなかったし、ダッシュ付きも重装カウンターできるしね。必要なのはもっと近くで戦う。攻撃を回避するスキル。そういうことみたい。次回までに時間があれば練習しておくわ。あと呪霊鈴でも近接戦闘できるようにしないとね。どうしても必要以上に連打してしまう癖があるから。まあ鉄の目とかいれば楽になることは間違いないけどそんな無粋なこと言うつもりはないわ。みんなそれぞれ譲れないものがあるのよ。私と同じように。というわけで今回はここまで。リベンジは次に救いの機種が出現した時よ。今回は勘弁してやる。逃げるんじゃねえからな。次に会ったら叩きのメス。では最後までご視聴感謝。また見てね。